今回は NG なガチャの引き方を紹介していくぜ。最近は白フェスとかエクストラフェスとかジェニックとか増えたのでありがたいですよ。いやジェニック派前からありましたよ。もしかしたらダイソンなガチャの引き方をしている方もいると思うので、特に初心者さんは必見だぜ。それではまずはじめに紹介するのは、工場から引いてしまうだぜ。特に初心者さんが失敗しがちなところですね。そうなのよ。ロスワは定期的に一人がピックアップされたガチャが出るので、なかなか推しキャラがピックアップされないなんてことがあるんだ。とりあえず、L1 でいいから推しキャラが欲しいので、工場ガチャから引こう。はい、これ NG です。特にフェスゲン以外のル1のキャラは狙って引くのは良くない。理由は3つあって1つはエピックやレリックといったガチャからも出てくる。例えばレリックかなこ様を引こうとガチャを回した場合、ボロッと前々から欲しかった L1 かなこ様がゲットできたなんてことが結構あるんだ。そんなかなこ様にジャンキーなやつ私ぐらいでしょ。しかも運命枠の登場と同時に仲間が出てくる確率がアップされているので、なお工場から引く必要がない。二つ目に性能面的に使いづらいことが多い。もはや白フェスエクストラフェスといった格上が多く出てきた現代にとって、わざわざ L1 を使うこともない。ただ運命枠でなら使い道はあるけどね。それでもキャラを選ぶけどね。三つ目に再エまで交換できる。ロスワでは古いキャラはわざわざガチャを引かなくてもキャラを選んで仲間にできるこの再エマという神アイテムを使えば、速攻で推しキャラをゲットすることができるんだ。ガチャで引き当てたいという方もいるだろうが、こういう方法があるのでわざわざ工場から引くことはないぜ。初心者さんはこの辺を気をつけておこう。続いての NG なガチャの引き方は超フェスのピックアップは早めに引けだ。ほう、今ちょうどやってるので重要そうですね。これはめちゃくちゃ重要。超フェスは2022年の初期まではナンバーワンのクラスだったんだ。しかしその後エピック、レリック、ジェニックとどんどん増えた結果、2023年頃から超フェスのバーゲンセールが始まったんだ。もうこれでもかというぐらい超フェスが増えましたよね。この頃の夢のロテ先生ブラック労働説が挙げられるよ。全然そんなことありませんよ。本当に多くの超フェスが増え、なお現在も超フェスはちょいちょい出ているからもう飽和状態なんだ。そのため復刻をするとなるとどうなるのか？それが今現在行われているんだ。こちらを見てくれ。ほう、今やっているステップアップガチャですか。ピックアップが多いし、かなりいいんじゃないの？一見するとかなり豪華な感じがするけど、結構泥沼。ピックアップが多いということは狙ったキャラが当てづらい。例えばこちらの魔法少女レミリアが欲しかったとしよう。最後のステップガチャまで課金してついに確定で当たる、と思ったらレミリアではなくてアリスだった、という最悪なケースもあるんだ。そう方のピックアップがひょっこり出てきちゃうなんてことがあるのね。まあ全員同じぐらい引き上げたいという方ならば全然ありなガチャではあるけど、そうでなければかなりの泥沼でもあるのよ。運が良ければピックアップ2体以上出るかもだけど、外れる可能性もある超ハイリスクハイリターンということか。リターンに見合ってないし引かない方がいいかもね。だろう？登場時の一人だけピックアップならば、確実にその狙ったキャラクターを当てることができるので、こっちの方がいいのよ。この機会を逃すと、このようにたくさんのピックアップから引かないといけなくなる上に、お得そうに見えて決勝で引かないといけなくなるっぽいですしね。一応風決勝では切り替わり復刻で引けるけど、こちらも複数のピックアップなので狙っての入手難易度が高いぜ。これはマジで知らないと後悔するやつだ。ちなみにレリックとエピックの復刻の場合は一人ずつなので安心してくれ。特に激戦区の超フェスならではってことね。続いて紹介する NG なガチャの引き方は強いと思ってエピックを引くということだ。は？バカじゃねえの？いやそれアリスの人形を記念すべき第一声のセリフ。エピックは強さ7800となっていて、白フェス抜けば事実上一番ランクとしては上だから強いに決まってるでしょ。確かにそう思ってしまうのも無理はないね。まずエピックガチャの特徴をおさらいしよう。エピックキャラの特徴としては東方ロストワード2周年記念 CP で初登場したアイテムである深田城で限界突破ができるんだ。こちらはエピック限定キャラの限界突破に使用できるという素材だぜ。一片城、天片城よりもさらなる上位アイテムとも言えるな。なるほど、エピックは限界突破の素材も違うんだ。玉片城よりも入手手段がさらに少なく、高馬等クリア報酬に加えて、毎月末開催のイベント報酬にも含まれていなかったんだ。ちなみに今は期間の長いイベントでもゲットできますよ。エピックで初めて登場したのが髪を下ろす祈祷師白霊レイム、通称青レイムだ。そんなエピックのガチャの天井は400連。もともとエピックは東方ロストワードで唯一の天井が存在しないガチャになっていたんですよね。決勝2000個貯める必要はあるけど、確定になったのはありがたすぎますね。確かに天井は一番高い400で、片白は課金パックだと1万で2個しか手に入らないからコスパ悪そうだけど、結局コスパに見合った性能になってるんじゃない？本当にそうか？皆さん思い出してくれ。最近登場している水着キャラを、
今年出たキャラはシオン、天使、迫力老組など、特別強いって感じじゃなくないか？確かに言われてみれば、レリックなんかはレリックユユコ、レイム、河川なんか抜群に強かっただろ？総合的に見れば明らかにレリックだし納得ですわ。私が思うに運営は F の世界軍のようなシリアスものは外して、エピックは水着コレクションと萌え可愛い系キャラにシフトした。おそらく5周年に最近やたら出している何々ら今日シリーズを新たな区分で出して最強にさせると思うんだ。そしてエピックは水着キャラをガンガン出していくというスタイルにしていくと見えるのよ。で、水着キャラはぶっちゃけ性能がそこそこでも引いてくれるから最近抑えめにしているんだ。インフレを作らないためにか、もう結構前から3人も水着キャラ登場が確定しているし、量産化にシフトしている感じあるわ。まあ初期からエピックは F の世界のキャラ以外は能力がそこそこの子が多いしな。あまりに強いキャラをバンバン出すとインフレして超フェスとかフェスとか引いてもらえなくなるだろう？なので実は水着キャラは見た目重視なキャラたちなんだ。今までエピック最強だと思ってたけどそんなことなかったのか。ガチャの優先度ランキングでその辺も詳しく紹介しているので見に行ってみてくれ。さて次に紹介する、NG なガチャの引き方は白フェスを引くことだぜ。激レアで最高ランクの白フェスを引くのは NG ってどういうこと？まずこのフェスのキャラの強さは8700と、なんとエピックガチャの7800の1000も上乗せした強さ。事実上、最高ランクのガチャだ。ということはステータスは一級品だし最高じゃないの？そしてこのフェスの大きな特徴といえばガチャの使用。まず決勝で引けるんだがピックアップを祈り。狙って当てるのはまず無理で、たまたま出たら超ラッキーみたいな感じですね。そして神決勝で引けるピックアップを祈り。ピックアップで入手するには神結晶を使う必要があると。そしてラストに必ず仲間になる白フェスサイエマパック。3万円から4万で突完了できるようになっているステップアップ方式の課金パックです。最終突までにはなんとキャラ被りしか突る方法はなく、ほぼパックの購入一択。神結晶で当たるかもしれないけど、完突まで考えているなら安牌にパック購入になるでしょうね。そのため、白フェスを引く場合はパックで購入しよう。ただし、次回出る時は決勝でもピックアップされる可能性は高いぜ。まあ、あまりにも面白くない仕様ですもんね。かなり言われちゃった感じあるし、前回の不遇なラスは演出でも言ったように、そもそもの魅力が弱い。新ガチャ、最高ランク、4周年いろんなもん背負って出てきたのに一番の違いを出すべくフィールド展開の演出がしょぼすぎる。さらにラスワに関しては2023年のフェスでさえもしっかりしたオリジナルアニメ動画演出だったのにデフォルトを流用されていて、全く魅力が伝わらない。しかもステータスは高くともフィールド効果のダメージ増加はレリック河川に劣っていて、こっち使えばいいとなるしね。そのため、わざわざ課金してまで手に入れるほどのキャラクターではないのよ。本当にこれに関しては、ロストワードにした方がいいレベルなので改善していってほしいですね。その辺はちゃんとやってくれる企業なので今後改善に期待して、魅力的なものになっていたらパックでもガチャでも引こう。そうじゃなければこのガチャは引かなくてもいい。L1 キャラを転生すれば嫁キャラに突衣装を着させることはできるしね。ちなみにこちら私の妻です。みんなの妻ですよ。続いて NG なガチャの引き方はエクストラフェスをなんとなく引かないだぜ。エクストラフェスって大人っぽくなって魅力的だし、何よりイベント周回すれば速攻で完突までいけるから何でも引いた方がいいでしょ？まあキャラクターが少ない初心者さんなんかはそれでも問題ないんだけど、ちょっと上級者なやり方としては、エクストラフェスを厳選し最強運枠を作るんだ。6V でも作る気なの？このエクストラフェスの大きな特徴としては確定ではないがエクストラフェス登場時の長期イベントで専用の限界突破素材が手に入ることができるんだ。交換所と累計ポイントで合計8個もらえましたよね。そのため非常に無料で運枠を作りやすいんだ。そうか1回のイベントで8個もらえれるから、だいたい3回のエクストライベントに参加するだけで運曲が作れるんだ。いや運曲は他のソシャゲの故障です。そのため、なんとなくいろんなエクストラフェスに限界突破素材を使うのではなくて、周回に向いた強いエクストラの時に引くんだ。本当に知らないと大損する情報じゃん。多分今後エクストラルーミアとか、チルノとか下手すればフランとか東方の顔と呼べるキャラが出ればおのずと強さも一級品に仕上げてくるはずなので待とう。ちょっと待ってください。そうとも限りませんよ。本当だわ。続いて紹介する NG なガチャの引き方は自分のパーティーに合わないキャラを引くことだ。これ結構やっちゃって、引けてもなんだかんだ使ってないみたいなことありますよ。特に多いのは引用が合ってないパターンだな。最近で言えば、珍しいインコータイプのマリサが出たんだ。で、いざマリサオンリーパーティー使おうと思ったらライブマリサはインコーで相性あんまり良くないから火力でない、なんてことになりかねないのさ。他には残裂弾タイプと硬質弾タイプで違っていたとかね。前に出た水着天使とか見た目速攻式だけど、めちゃくちゃ硬質弾タイプというパターンもあるよ。なのでしっかり前もって自分のパーティーに合うのか調べてから引くようにしよう。続いて紹介する NG なガチャの引き方は、ガチャジャンキーになるなだな。そうなんですよね。
ついつい何度も引いてしまうのよ。気持ちは痛いほどわかるよ。でも我慢だ。好きなことにお金を使うのは全然いいことだけど、やっぱりソシャゲはどこまで行ってもソシャゲだ。数万円課金して頑張って引いても収穫なしなんてこともあるわけだもんね。やっぱり君たちにはまだまだここぞでお金を使う大事な場面があるはずだから、ある程度にしておこう。さて、今回はここまで。もし少しでも役に立ったと思ったらコメント、高評価だけでもよろしくお願いします。また不遇すぎたらスワ演出なんかも紹介しているから見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。